皆さんこんにちは、山崎です。前回は最後の方で、養蜂業を経済学を使って考える場合に、養蜂の字のついていない地代表というものが応用できるのだという話をしました。そして実際にも地代表をもとにして新たに作ったこの養蜂地代表というものを皆さんにお見せしました。養蜂地代表の中には北海道と、それから本州以南という2つの地域があります。そしてこれら2つの地域の間では2列目に示してある1養蜂場あたりの蜂蜜の生産量と、それから3列目の生産額とが随分と違っているわけです。北海道の方が本州以南よりも蜂蜜生産量、生産額がだいぶ多くなっているわけです。でまたこうした蜂蜜生産量の違いは2つの地域の間の自然条件の違いに由来しているのだともしていました。でさらに生産量と生産額の地域間での違いが養蜂地代となって養蜂家の懐に入っていくともしていました。ただし今言った話はまだイメージの話でした。そしてこうした認識を単にイメージのレベルにとどめるのではなくて、しっかりとした基礎の上に打ち立てることが必要です。そしてそのために今後さらに詰めなくてはいけない点がいくつかあります。また仮に詰めがうまくいって養蜂地代表を使いながら養蜂業を経済学を使いながら考えることができるようになったとしても、果たしてそのことに一体どういう意味があるのでしょうか。こういう点についても説明する必要があるでしょう。今回はこういった養蜂地代表と関わるいくつかの残された問題について考えてみます。でまず養蜂地代表が想定している養蜂業の経営の性格について考えてみましょう。つまりどういった経営が養蜂業を行っているのかという問題です。養蜂地代表の元になった差額地代表では農業が資本主義的な経営によって営まれているということが前提でした。では農業が資本主義的に営まれているというのは一体どういうことなのでしょうか。それは農業でも工業などでの会社経営と全く同じように資本家あるいは経営者がいて、資本家経営者である農業者が資本金を元手に機械などの生産手段を買ってでさらに労働者をも雇い入れながら農業経営を行っています。ただし農地は土地所有者からの借り物でして、そのために農業の資本家経営者は土地所有者に対して土地の代金である地代を支払っています。そしてその地代の金額がどのようにして決まっているのかということが差額地代表のテーマであったわけです。では今言った差額地代表に対して私たちの養蜂地代表で養蜂を実際に行っているのは一体どういう経営なのでしょうか。なお前回の想定では1養蜂場あたり4つの郡で養蜂業を行っているということでした。もっとも実際には1人の養蜂家が2つ以上の養蜂場を持っているという場合ももちろんあります。しかし私たちの想定では1人の養蜂家が持っているのは1つの養蜂場だけであるとします。そうすると1人の養蜂家が4軍持っていることになります。そして4軍程度の規模では人を雇って資本主義的な経営を想定することはできません。ですから私たちの養蜂地代表が想定している養蜂家は労働者を雇わずに養蜂家が一人でやっている養蜂ということになります。でまた実態としても日本の養蜂家は
4軍ポッキーでなくて、もっと規模が大きい場合ももちろんありますが、そうした規模の大きい経営でも、人を雇わない家族経営が多いようです。つまり、養蜂地代表は家族経営を想定していて、資本主義的な経営を前提にしている差額地代表とは大きく違っているわけです。ところで、このように言うと、では、資本主義的な農業をイメージしながら作られている差額地代表を家族経営の養蜂業に応用しながら養蜂地代表を作るのはそもそも無理なのではないかという意見が出てきそうです。実はこの点については心配ご無用です。リカードの差額地代論を受け継いで、さらにそれを発展させたマルクスは、資本主義的な農業ではなくて、農民による家族経営の農業でも生じる地代の話をしています。そうしたマルクスの議論によると、優れた土地条件の下で経営を行っている農民は、やはり差額地代を生み出します。ただし、資本主義的な農業と農民による家族的な農業とでは大きく違う点があります。それは、資本主義的な農業では利潤、つまり投下した資本の儲けがなければ全くお話にならないのですけれども、農民による家族的な農業では利潤は必ずしも必要ではありません。農民に必要なものは、まず農業を続けるために必要な今から見る物材費、物的な費用です。そうした物的な費用を農産物を販売して得た代金で回収することが必要です。しかし、もちろんそれだけでは十分ではありません。つまり、物材費、物的な費用を回収しただけでは、いくら農民でも農業を続けることはできません。物的な費用を回収することに加えて、農民家族の生活費をも農産物の販売を通じて稼ぐ必要があります。しかし、繰り返しになりますが、農民は企業と違って利潤がなくても農業を続けることができます。では、蜂蜜を生産するために必要な物的な費用と、それから養蜂家の所得とはそれぞれが一体どれぐらいの金額になるのでしょうか。これらは前回はまだ計算していませんでした。前回私が皆さんにお示しした養蜂地代表では、物的な費用と養蜂家の所得とをまとめて費用とした上で、その合計金額を X と表現していました。そこで今回は、蜂蜜生産の物的な費用と農民の所得とをそれぞれ計算してみます。まず、蜂蜜生産のために必要な物的な費用の計算から始めます。蜂蜜生産のために購入する生産手段は、今から述べるようなものです。近代養蜂の基本は巣箱、巣枠、巣礎です。左側のように巣箱に巣礎を張ったものを、右側のように巣箱の中に収めます。蜂が巣礎を原型にしながら、その上に巣を作るのです。こうした3つの機材を使う養蜂のやり方を、1851年にそれを発明したアメリカの養蜂家の名にちなんで、ラングストロス式と呼んでいます。その他に巣のために必要なものとしては、巣箱の上段の継ぎ箱、女王蜂が上段に登っていかないようにするための左側の隔王板、巣の中を仕切るための右側の分割板です。隔王板を使うと、下の段を育児専用のスペースにして、また上の段を貯蜜専用のスペースにすることができます。それと、砂糖水を与えるための左側の給餌器。
また、女王蜂を巣の外から導入する際に、女王蜂を一時的に保護するための右側の大籠です。次に、養蜂を始めるときには、どうしても最初に鉢を買わなくてはいけません。また、養蜂家が巣箱の中を点検する際に、つまり内見作業の時に使うものは、防護のために身につける綿布と手袋。この手袋にはちょっとプロポリスの茶色がついています。で、また、蝋の巣を加工するための道具である左側のハイブツール。ミツバチをなだめるために煙を作って出す右側の燻煙器です。で、さらに、蜜を絞る。つまり、採蜜の時に使うのは、巣板から蜂を払い落とすための左側の蜂ブラシ。蜜蓋を切り落とす時に使う蜜刀。蜜を巣板から分離する機械である左側の遠心分離器と、絞った蜜から不純物を取り除くための右側の蜜こし器。さらに、蜜を受ける容器と糖度計です。その他に餌として購入する砂糖、ダニ駆除剤も計算に入れておきましょう。こうしたものは必要最低限ですが、これだけあれば、ともかく養蜂を始めることができます。そこで、ある養蜂器具店の2024年版のカタログを見ながら、今リストアップしたものの値段を調べてみましょう。調べた結果がこの表の3列目です。なお、同じ品物のものでも仕様によって単価が違います。そこで、この表で採用している仕様を2列目に示しています。そして、4群の飼育を想定した場合の機材、道具等の数が4列目です。5列目には、単価に数量を掛け合わせた金額を示しています。5列目の一番下の行が合計金額です。で、計算した合計金額は約56万円でした。これが4群で養蜂を始めるにあたっての初年度に必要な費用です。しかし、養蜂を1年だけではなくて、2年目以降も継続するとします。そうすると、2年目以降にも初年度と同じだけの費用がかかるのかというと、もちろんそれは違います。それぞれの物品の費用を償却年数で割って1年あたりにかかる費用を計算する必要があります。それぞれの物品の償却年数を6列目に示してあります。ただ、この償却年数は、おそらく今後議論する余地があるでしょう。ともかく、それぞれの物品の費用を、ここに示してある償却年数で割った値を7列目に示しています。7列目の一番下の行が1年あたりの費用の合計です。その費用は約10万円です。これが通常の年の1年間の養蜂に要する物材費、あるいは物的な費用です。規模は以前から言っているように4群です。さて、物材費はこういったものですが、これだけでは養蜂の費用としては十分ではなくて、その他に養蜂家の労働報酬を計上しなくてはいけません。労働報酬は労働時間に労働単価をかけて求めます。労働時間は次のように考えます。内見は1回に1時間かけて年に40回行うとします。また、採蜜も1回に1時間かけて年16回行います。さらに、
その他に、越冬や越夏などのために年40時間強の労働を投下するとします。そうすると、労働時間の合計は年100時間になります。さらに、労働の時間単価ですが、養蜂はなかなか高度な仕事なので、3000円としましょう。そうすると、労働報酬は3000円 ×100 時間で30万円です。さて、こうして4軍の養蜂業の1年間の物的な費用と労働報酬とが計算されました。物材費、つまり物的な費用は約10万円です。そして労働報酬は30万円です。したがって合計は約40万円になります。この費用金額を養蜂地代表に入れて、養蜂地代表を完成させたのがこれです。この表で、費用は前回までは X になっていたところに、今や40万円を入れています。そうすると、本州以南は販売額が40万円で、費用が40万円です。つまり、ちょうど販売額が費用を過不足なくカバーしていることになります。というよりも、地代論の考え方では、物事を考える順番が逆でして、自然条件に相対的に恵まれていない地域の農産物の生産費を過不足なくちょうどカバーできるように農産物の価格が決まるのです。ただし、ここで注意しなくてはいけないのは、次の2点です。一つは、販売金額が費用をペイしているだけだからといって、本州以南の養蜂家には全く所得がないのかというと、そうではありません。物的な費用の約10万円を差し引いた残りの約30万円が養蜂家の労働報酬です。2つ目は、今の計算は様々なパラメータ、変数の数値を前提にしながら成り立っているという点です。ですから、想定するパラメータの値が変わると、当然ながら計算結果もそれにつれて変わってきます。例えば、養蜂家の労働評価を、先ほどのように1時間3000円にするのはちょっと盛りすぎではないかというふうに考えて、仮に1時間2000円にするとすれば、労働報酬は20万円にまで下がります。つまり、ここで今私が提案した養蜂地代表は、数ある試算結果の一つに過ぎません。ただし、そうは言っても、こうやって具体的に数値を当てはめながら推論することには、物事を考える道筋をはっきりさせる上で意味があります。そして、物事を考える道筋が一旦決まったならば、パラメータの値を現実にはもっとこうではないかという具合に、数値を修正して、モデルを実態に徐々に近づけていくことができます。しかし、以下では、先ほど提案した試算結果に基づいて話を進めていきます。本州以南の4軍の養蜂場の総販売価格は40万円であり、さらにこの40万円には物材費と労働報酬を合わせた金額の裏付けがあるというところから次の話を始めます。ところが、本州よりも自然条件に恵まれている北海道では、同じ4軍による販売額が130万円になりました。そこで、この北海道の130万円と本州以南の40万円との差額である90万円は一体何なのでしょうか。この金額は
物材費と労働報酬では説明がつきません。物材費と労働報酬で説明がつくのは40万円まででしたから、地代論ではこの90万円は蜂が蜜を集めてくる半径2、3キロの採事権の土地の豊かさによって説明されます。この90万円は北海道の採事権の豊かさが生み出す地代なのです。ただし、このように考えると、本州以南の養蜂業では地代は全く存在しないことになってしまいます。もっとも、今の想定はたったの4軍の話です。これを例えば8軍に増やしてみましょう。一つの養蜂場で20軍も30軍も飼っている場合があり得ることを考えると、8軍というのは決して数が多すぎるというわけではありません。8軍の場合、本州以南の販売額は単価5000円かける1軍あたり 20kg かける8軍で80万円になります。また、軍数が2倍になったので、労働投下量も仮に2倍になったとすると200時間になります。ですから、労働の時間単価を以前と同じ3000円とするならば、労働報酬は200時間かける3000円で60万円に増えます。次に物材費を見ます。物材費は4軍の時は約10万円でした。では、軍数が2倍になると物材費も2倍になるのかというと、そうではありません。もちろん、軍数が増えるに伴って軍数に比例して増える費用もあります。種鉢、巣箱、巣枠、裾などの費用は、軍数が2倍になると同様に2倍になるとしていいでしょう。しかし、軍数が増えたからといって増えない費用もあります。遠心分離機や糖度計の費用などです。ですから、軍数が2倍になったときに、物材費全体で見ると2倍までにはなりません。2倍よりも少なくなります。ここで試算してみた結果は約 1.6 倍でした。したがって、物材費に労働報酬を足した費用合計も以前の2倍の80万円にまでには至りません。76万円でした。そうすると、販売価格の80万円の中には、物材費と労働報酬では説明のつかない金額として4万円が残ることになります。地代論では、この4万円を地代と考えます。ただし、先ほどの北海道の地代は自然の豊かさから生じてきたものでした。しかし、今の場合の地代は、蜂群数を増やしたことに伴って、追加的な投資が割安になったことによる地代です。両方とも地代ですが、こうした違いがあるので、北海道の自然の恵みがもたらす地代は、差額地代第一形態というのに対して、今の場合の追加投資の効率性が生み出す地代は、差額地代の第二形態と言います。つまり、2つの地代は区別されます。ところで、豊かな土地に、それよりも恵まれない土地との間の差に応じた地代が生まれるというのは、割とわかりやすいことではないでしょうか。しかし、追加投資が地代を生み出すのは一体どうしてなのでしょうか。最初の投資は10万円で、それが40万円の販売額を生み出していました。しかし、2番目の投資は6万円に過ぎませんが、
最初の投資と同じように40万円の販売額を生み出しています。最初の投資と2番目の投資は効率性に差があって、この差が2番目の投資から地代が生まれる原因になっているのです。また、今の2番目の追加投資は、養蜂の規模を大きくするための投資でしたが、別の形の投資を考えることもできます。例えば、2番目の投資を規模を大きくするためではなくて、歳時圏に咲く蜜源植物を豊かにするために投資を行ったとします。もしもこれがうまくいったならば、養蜂の規模が変わらなくても生産量が増えて、やはり2番目の投資が地代を生み出すことがあります。差額地代第2形態は2番目の投資がどのように使われるかにかかわらず、ともかくそれが最初の投資よりも効率的である場合に生み出されてくるものです。はい。今回ここまでは地代論を養蜂業に使えるかどうかを考えながら、経営の性格と費用を調べてきました。次に調べるのは、土地の所有と利用のあり方についてです。もともとの差額地代表で、地代が土地所有者の懐に入るのは、土地所有者が土地を排他的に独占しているからでした。土地を排他的に独占しているというのは、土地に対する絶対的な処分権を持っていて、誰もそれを犯すことができないということです。このような独占的な権利があるので、土地所有者は土地を貸しに出す相手の農業者に対して地代を要求することができたわけです。では、養蜂地代を懐に入れる養蜂家は、自分で所有しても借りてもいない収密権の土地に対して、土地所有者のような強い権利を果たして持っていると言えるのでしょうか。この点と関わって、国が定めた養蜂振興法というものを見てみます。養蜂振興法は1955年に制定され、2013年に改正された法律です。その第8条には次のように書かれています。都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び貿易の迅速かつ的確な実施を図るため、ミツバチの飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置にかかる調整、天使の管理、その他の必要な措置を講ずるものとする。なお、この条文の中で言われているミツバチの飼育の状況及び蜜源の状態の把握を行うために、同じ法律の第3条では、さらに次のように言われています。ミツバチの飼育を行う者は、農林水産省の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の覚悟に掲げる事項を届け出なければならない。そして、具体的な届け出事項としては、1、氏名または名称及び住所。2、蜂群数。3、飼育の場所及びその期間。4、その他が挙げられています。また、やはり第8条では、都道府県は蜂群配置にかかる調整、天使の管理、その他の必要な措置を講ずるものとするともされています。例えば北海道では、ミツバチを飼うにはという北海道農政部が出している文書がありまして、その中では、北海道内でミツバチの新規飼育や増群等を希望する者は、前年の7月末日までに振興局に調書を提出し、
他の豊穣との距離が近い場合は、周辺のミツバチ飼育者と蜂群配置の調整をしますとされています。でなお、この文章の中にある振興局というのは、広い面積を持つ北海道を分かつ地域のことでして、全部で14振興局あります。また、調整の対象になる他の豊穣との距離が定められています。そこで出された調書に基づいて、前年の10月までに調整会議が開催されます。そして、その会議の場で、養蜂場の配置が決まります。養蜂場の位置が決まる具体的なプロセスは都道府県によって異なっているようですが、調書に基づいて調整されて決まるという基本線はどこでも同じようです。つまり、養蜂場の設置は都道府県によってオーソライズされたものであり、それは広い面積の収密権を、特定の養蜂場が利用する権利という形をとっているということです。ここで非常に特徴的であるのは、現実に土地の所有者が存在している中で、養蜂家が収密のために土地を利用する権利が、土地所有権と並行して、それとは別個に設定されているということです。そして、養蜂家に与えられる収密の権利は、収密に関しては土地所有者に優越する権利になっているということです。こうした、言うならば、独占的に養蜂を行う権利に基づいて、養蜂地代は養蜂家の懐に入るということです。さて、今まで養蜂地代という概念、あるいはこういった思考の道具を使って養蜂業を経済学的に考えるということを提案してきました。ただ、養蜂地代表はまだまだ未完成であることを正直に言わざるを得ません。今後、パラメーターを精緻なものにするために詰めていかなくてはいけませんし、地域のカテゴリー数をさらに増やさなくてはいけないでしょう。ただ、ここまでの考察からでも、養蜂業が地域に及ぼす影響と、養蜂家が果たすべき役割が見えてくるように思います。そこで、最後にこの点について述べたいと思います。何よりも養蜂業は地域の自然環境と一体となった産業であるということです。ですから、養蜂家は地域の自然環境に対して、無関心ではいられません。もっとも養蜂家でなくても地域の自然環境に対して関心のある方はもちろんいます。中には、自然保護運動に熱心に取り組んでいる方もいらっしゃいます。しかし、養蜂家は、自然環境の保護に死活的な利益を持っているので、全ての養蜂家が潜在的には自然保護活動家であるわけです。地域の自然を保護し、増進することで養蜂地代を高めることができるからです。高い地代は北海道に限られたことではありません。どこの地域でも土地に投資して差額地代第2形態を高めることができるわけです。このように言うと、養蜂家の自然保護は独特づくの自然保護なのかと冷めた目で見る方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。ただ、自然の保護増進というものは、普遍的な価値だと思います。こうした普遍的な価値を自らの経済的な利益と結びつけて考えることができるときに、それは地に足がついた行動になるのだと思います。また、養蜂業には荒れ地に息吹を与え、それを経済的価値を生み出すときに蘇らせる効果があるということも前回申し上げました。こうして養蜂家には地域の自然環境を守り、さらにその価値を高める
重要な役割があるわけです。養蜂地代表はこういう養蜂家の役割を明らかにしているのだということを申し上げて今回の終わりにします。最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。